構造を壊すっていうのがやっぱり俺はやっぱりその、後者の方っていうかな、顔気にすると何でもくっつくんだなってどっからどこまでがさ絵なのか、この星っていうさ感覚が生まれたんだけど、そのタイトルになってる。では本日のスペシャルゲストをお呼びさせていただきます。小林正人さんです。どうぞよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。約40年続けていらっしゃった制作活動では、絵画を形式的ではなく存在論的に捉え、枠に貼られた白いキャンバスという限定から脱して新しい手法を探求されてきました。手に絵の具をつけ、キャンバスを木枠に貼りながら同時に描いていくというスタイルで制作されています。1996年から約10年ほど主にベルギーのゲントを拠点にヨーロッパでも活動されていましたが、当時の空間とともに作られた大型作品は目を見張るものがあり、今もスタイルは同じく枠組みを展開されていらっしゃいます。そしてですね、小林さんの著書があるんですけれども、この星の絵の具というタイトルの本で小林さんの作家人生を振り返られて書かれている小説です。今上巻中巻が発売されていて、下巻はこれからまだということですよね。でこちら小林さんがどういった作家、何を考えてどういったきっかけで絵を描き始めたのかとか、あとヨーロッパでの生活の話、どういった出来事があったのか、どういった展覧会されたのかみたいなのをすごく詳しく載っていまして、きっとこれを読んでいただくとよく理解ができると思うので、これはぜひ皆さんも手に取っていただいてお読みいただきたいですね。一応自伝小説っていうことなんだよね。だけど俺の中では絵の話がしたかったんだ。自分がやってきた絵のさ。でも絵の話をするときに、例えば一枚の絵についてなんていうかな、その評論みたいに書いたりとか、何かぶつ切りで要するにその切り取ったみたいにね、こう一枚の絵について書いて、また一枚の絵について書いて、そういうことだと要するに俺のやり方っていうか絵の話ができなくて、だから絵の話をするためには小説の形を取るのが、つまり小説の形を取るっていうのは、その絵が一枚あるその周りの景色とか、そこで話してたこと、食べてたものとか書いてた、なんていうかな、考えてたこと、その時の瞬間瞬間をさ、その切り取り方がその世界周りの景色も含めてっていうか、そうやって書いていく必要があったから、そのなんていうか小説っていうさ、形が一番表せると思ったんだよね、絵について。それと同時にこれをもし一冊にまとめて書いたらとしたらさ、書いてるのは今だよね。そうすると今の言葉でさ全部修正して、要するに書くっていうか、それはやっぱりなんかその時のさ、やっぱりなんか嘘じゃないかと思って、つまり俺はそのジョーの時とかさ、はっきり言ってまだ全然若いね、国立のアトリエで学校出てやってた頃、今からしたらさやっぱり若気の至りで恥ずかしいこととかたくさんあるんだよ。だけどそれはその時の言葉で修正しないで書いていく、それがほら後に続きがないとさ恥ずかしくて修正して書きたくなっちゃうけど、後があるからいいかっていう感じで、今っていうものがあるから、そこから振り返って書けるっていう。頭の中のさ、このに生まれたイメージをこう外に出していくときにさ、やっぱ大きく分けると多分2通りあって、やっぱ制約、四角いキャンバスとかさ、何でもいいけど映画のこのフレームとか、その制約の中で最大限その世界を全部つぎ込んでやる人と、そのなんていうかな、構造を壊すっていうのがやっぱり2通り大きく分けるとさ、あって、俺はやっぱりその後者の方っていうかな、だったんだけど、でもそれが最初からさ、その別に壊そうとしてとか、そんなふうにやるはずもなくてさ、そうじゃなくて、一番最初にやっぱり学校出てさ、空の絵を描こうと思った時にね、青い空のさ、頭の中にさあったんだよね、完全にイメージが。でその空の絵はさすごい綺麗で、白い壁にかかってんだけどさ、もう白い中空みたいな、綺麗な壁にさスッとさ空の絵がかかってるわけ。2メートル3メートルぐらいの大きさだっていうのも分かるんだよね。だけど
それでよしやったと思ってこれを絵にするぞっていうか作ろうと思って、それで2メートル3メートルの貼ったキャンバスを用意したんだよね、アトリエに。そしたらそれを見た時にあれっていうか、思ってたのと全然違って、頭の中にあるその空の絵とさ、その目の前にある白い四角いキャンバスのさ貼ってあるヘリもあって、全然一致しないんだよ、頭の中でさ。要するに合致しないっていうか、ここに俺の頭の中にある空の絵をさ、どうやって描くのっていうか、つまりこの白いのに面にね四角い描き始めたんじゃ遅いっていうかさ、すでに何か、つまり頭の中のその四角といってもさ、本当の四角ではない、っていうか正確なね、約四角みたいな、約平面みたいな、そういうのがやっぱり頭にあってさ、だからそれがだから物理的じゃなかったからじゃない、それがだから実際の現実のさものにぶち当たった時に、だからここには俺は描けないっていうか、だからいつもバラバラにして、そのフレームとキャンバスとバラバラにして、それで描きながら貼るっていうかな、ようなことになったんだけど、これ実際に制作される時の手法がすごくユニークだと思うんですけれども、キャンバスに手で塗りながら、だからこれで言えばさ、こうなってるけどさ、要するにこれを入れたらさ、要するに動かなくなるわけよ、だから最初は2つでやってんだよね、2つで。だからでっかいのになったらさ、要するにこれが床にあったらさ、要するにその2つでさ、3本目のは入れてないわけ、それで動かしながら、その時点でキャンバスをさこう貼ってやりながら、もう絵も描きながらっていうか、でもうこれをつけた時にできるっていうか、そうやってまだグラグラの状態でやっていくわけよ。入り口は作ってあげてるというか、ある制約の中から始まるんですね。この三角の木枠だったらば、その2辺はあって、そこにかかってるキャンパスっていうところからは始まって、その最後の完結点を自分でどこに持っていくかっていうのは最初は決めないっていう。ヨーロッパのベルギー・ゲントでの生活がおそらくすごく重要な発見だったり経験積まれた場だと思うんですけれども、日本でこのキャンバス、枠を壊してキャンバスに直接描いて組み立てて同時にいくっていうスタイルを確立して、それをベルギーに持っていって、ベルギーでどのように発展していったのかなっていうのまだだから確立はしてない、ただ方法論としてまだ要するに壁にかけてたからね、初めて着いたさ、その初日にヤンがさレストランに連れてってくれた時に、レストランのさ真ん中のあたりのさテーブルに座るんだよね。それでそこにいた人たちに俺のことをいろいろと紹介して回ってさ、でこれからゲントで制作するんだっつってさ、展覧会見に来てくれっつって、全然そこにいる人たちはさ美術と関係のない人たちだよ。あ、そうなんです。そう、ただの普通の別にツーリストだったり、普通のゲントのだから食事を楽しみに来てる人たち、でもその時にやっぱり見ててさ、笑いながら話してるわけだよね。それで俺なんかさ、当時はとにかくやっぱりほらもうとんがってるし、なんていうかな、カリカリしててさ、で笑いながらなんかそんな話したことなんかなかったなと思ってさ、やっぱりまず笑顔っていうのにカルチャーショックっていうか、それでヤンはだから平気で金の話をしてさ、ヤンは自分がやりたいことにさ金がかかるわけよ、金がいるわけだから、金の話はさ、でもアーティストも向こうではアーティストみんなそうだったね、だから金の話は平気でさ、するさ、だから別に汚いことでもないしさ、何でもとか、そういういろいろとだからやっぱり日本とは違ったよね。だけどそれでゲントに行って、だからとにかく床置きになったんだよ。ヤンっていうのがさ、もともとほら美術館、要するにアートを美術館の外、美術館とかギャラリーのね、外に出してさ、やるような。今で言うと普通にいろんな民家とか馬小屋とかね、普通に別に美術館とかギャラリー以外のさ、場所でいくらでもさやるような、その展覧会のフロンティアだから、要するにもう俺のスタジオはあったんだけど、あそこ行って帰ってくる、あそこ行って帰ってくる飛ばされるようなさ、とこがさ、とてもじゃないけど別に壁もなかったりするからさで馬小屋とかさ選んだりして、そうやってやっていくと、やっぱりそれで藁とかさ、実際に本当にヤギがその牧場で生まれたりとかさ、そういうの見て、
と俺もだから藁の上で絵を誕生させたいとかさと思ったりとか、そうした時に床置きにすると環境に開かれるっていうかさ、その作品が、一番やっぱり俺の中でね腑に落ちたのがさ、ある時にちょうどそのワトゥーっていうね、藁の上でさ馬小屋でやってた時なんだけど、それを制作してて外でタバコ吸っててさ、た時に黒い猫がさトコトコトコって俺のスペースの中に入ってったんだよな。でしばらくしてさ出てきたんだよ、そしたらここにさ黄色い絵の具つけてたんだね、黒い猫がでそれ見た時に床置きにすると何でもくっつくんだなってでつまりくっつくのが現実、要するに現実っていうものっていうか、だと思って俺はだから現実も引き受けていこうと、その時になんとなくどっかでさ、つまり絵の中っていうかこの中の世界に入り込んでさ、そこだけでやれたら綺麗なんだけど、やっぱりついてくる現実っていうのも一緒に引き受けて、それをだからなんていうかな、両方成立させたいっていうか、この馬小屋の中でやってるじゃない、それで馬小屋の外に出てさ、そしたら牧場があってさ、それで柵みたいなのがあるわけよ、そしたら俺はどこに自分の作品のキャプションをさ置くだろうっていうかそうするともキリがない、だからどっからどこまでがさ絵なのか、それをある自分の枠組みっていうかな、やっぱ外の枠組みをさどっかで作んなきゃいけないっていうのに駆られ出した頃にこの星っていうさ感覚が生まれたんだけど、そのタイトルにもなってる、つまりこの星の景色として絵であろうがなんだろうがね、見るんだったらどこで切り取ってもさ OK だなっていうか、と思って、ヨーロッパ時代すっごく大型の、日本に残念ながら持って帰ってこれなかったらしいんですけど、作品がいくつかあってですね、持って帰ってくるべきでもない感じ。そうですね、現地にあってこそ風景と全てが混然一体となって、そしてここにある必然性が生まれているのであれば、だからただ場所を移したら違うものになるっていうだけのことでさ、それはそれでだよね。っていうことなんですかね。例えばはっきり言ってこういうのだってね、自分一人でやってる時はさっていうか裏側をこれメタルとかそういうのでさ止めなかったら当然動かしたらさグツグツになる。できたと思ったらさ、その後でそういうことを裏側でさやるのがさとても自分じゃできなくて、損なわれるんじゃねえかっていうかさ、なんかちょっと縮こまるとか何かそれが嫌だったんだけど、でもなんて言うんだろう、やっぱりヤンとかさそういうのね、やっぱもっとおおらかなんだよね。なんかさつまんないことをさこだわってるようなところにも思えたりすることがたくさんあってさ、はっきり言ってそのゲントのスマックとかさいつもよくパーティーやるんだよ。それで当然で動かしたりされたんだ俺、個展の時にそれで俺がせっかくさ光とかさいろんなこともさ駆使しながらもう丁寧に展示したさ、それをそのパーティーのためにさ平気で動かされてやって、その時にすごく怒ったんだよ俺はね。でいやでも君のはさスティールビューティフルだっつって言われてさ、頭おかしいんじゃないかと思って、でビューティフルだったって言ったんだよね。そしたらとこ何も壊れてない、何も失われてない、光も絵もさここにあるって言われてさ、で楽しめって言うんだよね。さふざけやがってと思ってさ、俺は楽しんでさ絵制作して楽しんでさ展示してさ、ベストと思われる場所ベストに。だけどそういうことも全部さいろんなやっぱり生きてるよ。これの時ね、これやっぱり俺は完璧にさ展示してるつもりなんだ、いろんな空間とか間とかさ。それででもそれってさ人が一人入ったら壊れる空間なんだよ実は。それがオープニングの時にバーッと来てさ、これの時にこっちの方が楽しそうだっていうか、つまり全然別に馬の絵だってさこっちの方が喜んでるかもしれないぐらいの、だから要するにありなんだなっていう。